マレー半島とその周辺の島々は16世紀から欧州列強の争いの舞台となった。最初に来たポルトガルは香料貿易を独占しようとしたが、やがてオランダとイギリスが勢力を伸ばした。イギリスはマラッカ海峡の要衝を握るために、マラッカ、ペナン、シンガポールを中心に港湾都市群を作り、東インド会社の商業ネットワークで海上支配を固めた。イギリスの植民政策は現地の民族構造を利用した分割統治へと変わった。マレー人は農業や漁業、地方行政の中心として位置づけられ、土地所有と政治優位を保たせた。中国系移民は商業や鉱山に従事させ、金銀取引や胡椒の輸出で重要な役割を担わせた。インド系労働者はゴム農園の労働力として大量に流入させ、プランテーション経済の根幹を支えた。このように民族ごとに経済役割が固定化された結果、短期には表面的な安定が保たれたが、長期には民族間の格差と不信感が深まる土壌ができた。シンガポールはイギリスの戦略拠点として急速に発展した。19世紀初頭は小さな漁村だったが、港湾施設が整備され自由貿易港になると、世界中から商人と労働者が集まった。特に中国系移民は人口の半数以上を占め、やがて全人口の7割近くにまで増えた。この人口構成は経済活動を支えるだけでなく、後の政治対立の火種にもなった。イギリスは教育機関を設置し英語を公用語とした近代学校制度を導入した。これにより西洋価値観と行政手法が浸透したが、同時に民族ごとのアイデンティティが別々に育まれた。第二次世界大戦後、イギリスは帝国主義負担の軽減と冷戦下の共産主義拡大防止という2つの課題に直面した。マラヤ半島では48年から60年までの非常事態として共産党武装勢力が台頭し、イギリス軍はハート、マインズ作戦で民衆の支持を得ようとした。この期間に中央集権的な警察体制と緊急法規が整備され、戦後の政治構造に深い影響を残した。57年8月31日、ツンク・アブドゥル・ラマン率いるマラヤ連邦は平和に独立を果たした。この独立はマレー人の政治優位を保障する憲法第153条と、華人、インド系住民に市民権と経済活動の自由を認める社会契約に基づく合意で支えられた。当時の指導者たちは民族間の協調を保ちつつ、国内外の脅威に対処する枠組みを模索した。しかし冷戦の激化と地域の共産主義勢力の拡大はイギリスに新たな選択を迫った。イギリスは単独のマラヤ国家では領土が小さく、インドネシアの共産主義勢力に対抗できないと判断し、北ボルネオのサバ州とサラワク州、そしてシンガポールを含む大規模な連邦国家の構想を提示した。ツンク・アブドゥル・ラマンは反共主義者としてこの提案に賛同し、資源豊富なボルネオ地域との結びつきが経済、安全保障上の利点になると考えた。63年9月16日、マラヤ連邦にシンガポール、サバ、サラワクが加わり、マレーシア連邦が正式に発足した。この連邦はイギリスの脱植民地化政策と東南アジアにおける反共防波堤としての役割を兼ね備えていた。しかし内部では深刻な対立が顕在化した。シンガポールのリー・クアンユー首相は、マレーシア人のマレーシアというスローガンのもと、人種に関係なく平等な権利を訴えた。一方連邦政府はマレー人の特権地位を守る政策を堅持し、民族間の政治緊張は高まる一方だった。64年7月21日、シンガポールでイスラム暦の祝祭行進中にマレー人と中国系住民の間で大規模な暴動が勃発し、数十人が死亡、数百人が負傷した。この事件は民族比率の変化が政治パワーバランスに直接影響することへの不安を露呈させた。同時にインドネシアのスカルノ政権はコンフロンタシと呼ばれる武装対抗策でマレーシア連邦の成立を新植民地主義と非難し、サバ、サラワク地域への侵入を試みた。連邦は外部からの軍事圧力にさらされ、内部の結束を保つことが困難になった。こうした危機の中でツンク・アブドゥル・ラマンは連邦の存続よりも国内の安定を優先すべきと判断し、
シンガポールの排除を決断した。65年8月9日、クアンユーは涙ながらに独立宣言を読み上げ、同国は連邦から強制的に追放された。この瞬間はマレーシア連邦計画が抱えていた内在的な亀裂を象徴する劇的な場面として歴史に刻まれた。シンガポールは独立後、資源が乏しい小国という厳しい環境に直面したが、クアンユーは実用主義リーダーシップで国家建設に臨んだ。英語を公用語としつつ、マレー語、タミル語、ハナ語の母語教育を必修化し、多民族共生のモデルを制度化した。また外資誘致と産業育成に注力し、港湾設備の拡充と金融センター化を推進した結果、短期間で経済奇跡を実現し、東南アジアの主要金融ハブへと躍進した。一方マレーシアはブミプトラ政策を本格化させ、マレー人の経済地位向上を目指した積極的差別措置を導入した。1971年に制定された新経済政策はマレー人の所得比率を上げると同時に、外国資本の流入を管理し、産業多角化を図った。この政策は69年5月13日の民族暴動後に樹立された国家運営評議会の権威主義統治と相まって、政治安定と経済成長を同時に追求する体制を固めた。マレーシアとシンガポールの分岐は領土分離に止まらず、民族政策と国家ビジョンの根本的な対立を映し出した。マレーシアは民族優位性を基盤にした統合モデルを選択し、ブミプトラ政策を通じて社会再配分を図った。シンガポールは多民族の平等と市場原理を軸に、経済成長を国家存続の唯一の手段と位置づけた。この2つの路線は植民地時代に形成された民族別経済分業という構造遺産をどう乗り越えるかという課題に対する異なる答えである。冷戦期の地域情勢は両国の外交政策にも影響を与えた。マレーシアは西側陣営と結びつき、67年に ASEAN 創設メンバーとして地域の反共防波堤を形成した。ASEAN は経済協力と政治対話を通じてインドネシアとのコンフロンタシを収束させ、東南アジアの安定化に寄与した。シンガポールは非同盟路線を取りつつも、米国との安全保障協定を結び、貿易自由化と投資保護を重視した。その結果、両国は互いに経済依存関係を深めつつも、政治立場は微妙にずれたまま共存の道を歩んだ。現在に至るまで、マレーシアのブミプトラ政策は依然として議論の対象であり、華人、インド系住民との間に潜在的な不満が残っている。20年代に入ってからは教育カリキュラムの見直しや歴史教科書の記述統一を目指す共同プロジェクトが進行中で、両国は過去の対立を超えて歴史和解を模索している。シンガポールは国際的な金融ハブとしての地位を保持しつつ、多文化共生の成功例として他国にモデルを提供している。このようにマレー半島とシンガポールの歴史は植民地支配の経済搾取、民族別分業の固定化、冷戦下の地政学駆け引き、そして独立後の国家ビジョンの相違という複層的な要素が交錯しながら形作られた。イギリスが導入した間接統治と分割統治は短期には支配コストを削減し、資源輸出を最大化したが、長期には民族間の不均衡と対立を永続させた。独立運動は平和協定と武装闘争という2つの形態で展開され、マレーシアは社会契約を基盤にした平和独立を遂げ、インドネシアは武力闘争で独立を勝ち取った。連邦形成とシンガポールの分離は民族政策の選択とリーダーシップの違いが国家の運命を左右した典型例である。今後の課題は植民地遺産が残す経済、社会格差をいかに是正し、真に包摂的な多民族国家を実現するかにある。ブミプトラ政策の改革、歴史教育の客観化、そして地域協力の進化はマレーシアが持続可能な繁栄を手に入れる鍵となるだろう。同時にシンガポールは小国としての脆弱性を克服し続けるために、技術革新と人材育成に投資し、国際秩序の変動に柔軟に対応できる体制を維持しなければならない。両国の歴史経験は植民地支配の影響を乗り越えるための教訓として、東南アジア全域の国家形成に貴重な示唆を提供し続けている。
60年代以降、マレー半島とシンガポールの分岐点は単なる領土分離に止まらず、両国がそれぞれ独自の国家ビジョンを描く上での根本的な選択を迫った。ここからは冷戦後期から21世紀初頭にかけての政治、経済、社会変容を詳細に検証し、植民地遺産がもたらす構造課題への対応策を多層に追跡する。ビジョン2020の策定背景として、91年に当時の首相マハティール・モハマドはマレーシアは2020年までに先進工業国になるという野望を掲げ、ビジョン2020を公式に宣言した。これは植民地時代に残された一次産業中心の経済構造を脱却し、ハイテク製造業とサービス産業への転換を図る国家戦略である。ビジョンの柱は持続可能な経済成長、知識基盤社会の構築、公平な富の分配の3本柱であり、特に公平な富の分配ではブミプトラ政策の拡張版としてマレー人だけでなく先住民族やヒマレー系住民への包括支援策が盛り込まれた。90年代後半、ペナン島のフリートレードゾーンは電子機器組み立てラインの集積地として急速に発展した。日本、台湾、韓国企業が大量に投資し、マレーシアはシリコンウエストと呼ばれるほどの半導体受託製造拠点へと変貌した。この過程で政府は投資促進法を改正し、税制優遇や労働規制の緩和を実施した。その結果、95年には製造業付加価値が GDP 比で 12% を超え、国内総生産は年平均 6% の伸びを記録した。しかし97年のアジア通貨危機はこの急成長を一瞬で凍結させた。リンギットが急落し、外貨準備は枯渇し、企業倒産が相次いだ。危機対応としてマレーシア政府は国際通貨基金の救済パッケージを拒否し、代わりに固定為替レート制度と資本流入管理策を導入した。さらに資本統制法により短期的な投機資金の流入を抑え、国内企業の立て直しを優先した。このやり方は世界から批判を浴びたが、2000年までに経済は回復し、危機前よりも多くの輸出額を記録するまでになった。経済を立て直すと同時に、マハティール政権は国民統合委員会という組織を強化し、メディアへの規制や公共の秩序を守るための法律を厳しくした。これにより政治的争いは表面上は静まりましたが、反対勢力は地下にくぐることになった。そして2008年の総選挙では、野党のバーン・ハルサン連合が議席を増やすなど、民主化を求める声がはっきりと現れ始めた。2018年、歴史上初めて与党のバーヤプルタに代わって、パックツ・アチュンハラカン政権が誕生した。この政権は汚職撲滅と財政の透明性向上を掲げ、1MDB という大きな汚職事件の徹底調査を開始した。これに合わせて公務員倫理法が改正され、官僚制度が根本から見直された。一方で、マレー人を優先するブミプトラ政策を縮小しようとしたことで、マレー人コミュニティからの反発を招き、2022年の州選挙では民族主義勢力が再び力を強めた。現在、マレーシアはインクルーシブ、デベロップメントという新しい考え方のもと、マレー人、華人、インド系、そして先住民族の誰もが共に利益を得られる仕組みづくりに取り組んでいる。ここからは、シンガポールのスマートネーションへの転換について語る。1990年にリー・クアンユーが首相を退いた後、チャンヨンが後継者として政権を引き継ぎ、1991年にシンガポールモデルの基本方針を示した政権は、経済成長を続けながら、社会福祉や教育の格差をなくす持続可能な開発を国の戦略に据えた。2004年にリー・シェンロンが首相になると、スマートネーション構想が本格的に動き出し、情報通信技術を国のインフラの核にする政策が進められた。シンガポールは全国に高速光ファイバー網を張り巡らせ、行政手続きのオンライン化を急いだ。これにより年間で約30億ドルもの行政コストを削減することに成功した。また、データセンターの拠点としての役割を強め、世界有数のクラウドサービス会社が拠点を置くようになった。街づくりでは、グリーン、
スプリング計画により住宅の屋上に農園を作り、太陽光パネルを設置してエネルギー自給率を 10% 向上させた。教育面では、21世紀スキルを重視したカリキュラム改革が行われた。科学や技術の教育を強めるだけでなく、創造的な考え方や起業家精神を養うイノベーション、ラボが各学校に設置された。さらに、シンガポール、グローバル、スクールというプログラムで海外大学との提携を広げ、学生の国際競争力を飛躍的に高めた。これらの取り組みは、人口減少や高齢化という課題に対処するための人材資本の最適化として位置づけられている。外交と安全保障では、どこにも偏らない非同盟政策を守りつつ、米国との防衛協定を更新し、海上交通の安全を守る努力を続けている。近年では、中国の一帯一路に参加し、ジュロン港の拡張やシンガポールと中国を結ぶ高速鉄道計画を共同で進めている。一方、マレーシアとの水供給協定については、1962年の協定をめぐって頻繁に再交渉が行われている。そのため、シンガポールは水資源の多様化を図るべく、雨水リサイクル施設の建設を急いでいる。2020年のコロナ禍に対し、シンガポールはトレーストゥゲザーというアプリと大規模な検査体制を迅速に導入し、感染拡大を抑えた。経済面では、観光業の急激な落ち込みに対処するためリセッション、リカバリー基金を設け、中小企業への低金利融資やデジタル化支援を行った。その結果、2022年には国内総生産の成長率が 5.5% に回復し、金融サービスやハイテク産業が経済を牽引した。次に、地域協力と新たな地政学的挑戦について述べる。東南アジア諸国連合は1900年代以降、経済共同体を目指して関税撤廃と人の自由な移動を段階的に実現した。2021年に始まったデジタル経済共同体は、デジタル貿易のルール作りやサイバーセキュリティでの協力を目的とし、マレーシアとシンガポールが共同で技術認証制度を構築した。これにより、中小企業の国境を越えた取引コストが平均で 30% 削減された。南シナ海問題では、マレーシアがエネルギー開発計画に基づき、サラワク州沖合で油田開発を進めている。しかし、中国の人工島建設や領有権主張が海の安全に影響を与えるとして、米国、日本、オーストラリアと共同で自由航行作戦を実施した。一方、貿易の 90% 以上を海に依存するシンガポールは、海上安全ネットワークを構築し、ASEAN 諸国との情報共有を強化している。気候変動への対応は、マレーシアとシンガポール双方にとって喫緊の課題である。マレーシアはグリーン、テクノロジー、ロードマップを策定し、2030年までに再生可能エネルギー比率を 20% に引き上げる目標を掲げた。具体的には、パレンイスラーム州での太陽光発電パーク建設や熱帯雨林保護プログラムが進行中である。シンガポールはサステナブルシティイニシアティブとして、2030年までに二酸化炭素排出量を 40% 削減し、都市緑化率を 50% にする計画を進めている。特に海面上昇に備えた海岸防護壁や潮汐エネルギー事業が注目されている。経済的結びつきが強まる中で、人々の交流も活発化した。毎年開催されるマレーシア、シンガポール文化祭では、伝統舞踊や料理、映画祭が共同で企画され、若い世代の相互理解が深まっている。また、大学間の二重学位プログラムが拡大し、クアラルンプール大学とシンガポール国立大学の間で AI やバイオテクノロジー分野の共同研究が急増している。最後に、植民地時代の遺産を超えてどのように共生モデルを築くかまとめる。イギリスが導入した間接統治と民族分割支配は、短期には支配コストを削減し資源輸出を最大化したが、長期には民族間の不平等と対立を長く残した。独立運動は平和的協定と武力闘争という2つの形で展開された。マレーシアは社会契約に基づく平和的独立を遂げ、インドネシアは武力闘争で独立を勝ち取った。
連邦形成とシンガポールの分離は、民族政策の選択とリーダーシップの違いが国の運命を分けた典型例といえる。現在、マレーシアはインクルーシブ・デベロップメントという枠組みでブミプトラ政策の再構築と歴史教育の客観化に取り組んでいる。一方、シンガポールはスマート、ネーションとサステナブル、シティを軸に、技術革新と環境適応を同時に追求し、限られた土地と資源の中で長期的な繁栄を実現しようとしている。両国が抱える課題は異なるが、共通しているのは植民地時代に刻まれた経済、社会格差をどうなくし、すべての人を包み込む多民族国家を実現するかという点である。今後、ASEAN全体が地域統合と安全保障という2つの道を同時に進む中で、マレーシアとシンガポールは互いに補完し合うパートナーシップを進化させる必要がある。具体的には、マレーシアの豊かな天然資源とシンガポールの高度な物流、金融インフラを結びつけた国境を越えるサプライチェーンの構築、そして共同で海洋環境保護プロジェクトを推進することで、地域全体の持続可能性を高めることが期待される。結局のところ、植民地支配の影響を乗り越える鍵は歴史的対話と制度の柔軟性にある。過去の対立を正しく認識し、教育の場で多様な視点を育てることが次世代のリーダーに求められる資質だ。マレーシアとシンガポールが互いに学び合い、協力しながら未来志向の政策を実践すれば、東南アジア全域における多民族国家の成功モデルとして世界に新たな指標を示すことができるだろう。ここで、植民地時代の経済構造とその遺産を振り返る。19世紀後半、イギリス東インド会社がマラッカ海峡の重要拠点を掌握した後、貿易独占権と引き換えにタバコ、ゴム、錫といった一次産品の輸出体制を整えた。特にペナン島とシンガポールは天然ゴムの集積地として急速に拡大し、ヨーロッパ市場への供給路が確立された。この時期に導入されたプランテーション制度は土地所有を一部に集中させ、労働力の移動を促した。その結果、インドや中国から契約労働者が大量に流入し、マレー半島は多民族社会の原型が形成されたが、同時に労働条件の格差という根深い社会分断が生まれた。イギリスは直接支配よりも間接統治を好んだ。各州のスルタンや王族に名目上の権限を残しつつ、実務はイギリス官僚が掌握した。例えば、ジョージ王子が統治したペラ州では税金の一部が本国へ送られ、地方行政はイギリス代理人の指示に従って運営された。一方、ブローク下が統治したサラワク州は正式な保護領ではなく、個人領主として独自の軍隊と警察組織を持っていた。この二重構造は、後の連邦形成時に州ごとの自治権をめぐる争いの種となった。そして第二次世界大戦と日本占領の影響である。1941年の太平洋戦争勃発に伴い、日本軍はマラッカ、シンガポール、ペラなど主要都市を占領した。占領期間中、日本は大東亜共栄圏の名の下で現地住民に食料供給や物価安定を約束したが、実際には資源の奪取と強制労働が中心だった。特にシンガポールでは強制収容所が設置され、多くの捕虜が過酷な環境で命を落とした。この苦い経験は戦後、外国支配への抵抗心を強め、マラヤ連盟結成へとつながった。戦後、イギリスは再び植民地支配を試みた。まず、マラヤ連盟が形成され、マラヤ州、ペラ州、ネグリ、スルタン国、サラワク州、ブルネイの5地域が参加した。それぞれが独自の議会と指導者を持ち、連邦議会が財政、防衛、外交を担当した。しかし連盟内部では問題が生じた。マレー系が多数を占めるマラヤ州と、中国系、インド系が多いペラ州、サラワク州では、教育言語や土地所有権をめぐって対立が顕在化した。1963年、マラヤ連邦はシンガポール、サラワク、北ボルネオを加え、新たな国家を宣言した。しかしシンガポールの首相リー・クアンユーは連邦内の経済政策の不公平や政治的自由の制限に不満を抱き、
65年に独立を宣言した。独立後、リー・クアンユーはすぐに多文化主義を掲げ、住宅政策や教育制度で人種別割り当てを明確にした。外国企業を呼び込みつつ自国産業も育成し、シンガポールは短期間で工業化を進め、国内生産を急速に伸ばした。この成功はマレーシア側でも開放的経済政策の見直しを促した。近年、両国は歴史対話委員会を共同設置し、植民地期の資料を集め公開する取り組みを進めている。委員会は古文書や口述歴史をデジタル化し、若者が容易に閲覧できるようにした。また、毎年開催される青年議会シミュレーションでは、学生が当時の指導者や植民地官僚の立場になりきって議論を行い、過去の対立を協力の歴史として理解する土台を築いている。マレーシアは連邦憲法を改正し、州権限拡大条項を導入した。これにより州ごとに税配分や教育カリキュラムを自律的に決定できるようになった。特にサラワク州とサバ州では、先住民族の伝統的生活と現代開発を両立させる試みが評価されている。シンガポールは、行政区画再編成により、地域コミュニティごとに予算や公共サービスの管理を委ね、市民参加型ガバナンスを実現した。両国とも、中央集権から脱却し地域課題に応じた柔軟な制度を目指している。2020年代以降、マレーシアとシンガポールは、海洋科学共同研究センターを設立し、熱帯海の生態系保護と資源利用の共同プロジェクトを推進している。具体的にはサンゴ礁の監視、持続可能な漁業管理、海底鉱物開発の環境影響調査が主な課題である。また、AI とバイオテクノロジー分野では、クアラルンプール大学とシンガポール国立大学が共同で、次世代医薬品開発プラットフォームを構築し、熱帯病治療薬の迅速な発見に成功した。このハイテク協力は、かつての資源輸出依存から脱却し、知的財産を基盤とした新たな経済成長を生み出している。歴史的建造物や古代交易路の保存にも力を入れている。ペラ州の古代港湾遺跡はユネスコ世界遺産候補に登録され、現地自治体は歴史散策ツアーの整備とデジタル案内板の設置を進めている。シンガポールでは、チャイナタウン復興計画の一環として、植民地時代の倉庫街をクリエイティブ産業拠点に転換し、観光客と地元起業家の双方に利益をもたらすモデルケースとなっている。学校教育でも、多元歴史教育が導入されている。マレーシアの小学校では、植民地時代の経済構造と社会階層を図解し、子どもたちが因果関係を分析できる教材が配布されている。シンガポールの中等教育では、歴史事件を多角的視点で議論するディベート授業が必修化され、学生は植民地主義、反植民地主義、地域統合の3テーマを比較検討し、批判的思考力を養っている。東南アジア全体の安全保障と経済連携を見据えたビジョンとして、海上交通安全共同監視ネットワークの構築が提案されている。これはマレーシアの沿岸レーダーとシンガポールの衛星通信システムを統合し、違法漁業や海賊行為をリアルタイムで検知、通報する仕組みである。さらに、両国はクリーンエネルギー輸送走路の実証実験を開始し、液化天然ガスや水素燃料船舶に低炭素航路最適化アルゴリズムを適用している。これらの取り組みは、植民地支配が残した資源配分の不均衡を是正し、持続可能な海上物流モデルの構築を目指すものである。以上のように、歴史対話と制度柔軟性を核に据えた包括的アプローチは、植民地遺産を彫刻し、マレーシアとシンガポールが相互に学び合うことで、東南アジア全域における多民族国家の成功モデルとして世界に新たな指標を提示する道筋となるだろう。2024年には、マラッカ海峡歴史航路再現プロジェクトが立ち上げられ、当時の貿易船舶模型と公開日誌を3次元プリント技術で復元し、
観光客がバーチャル公開体験できる施設を共同で運営している。また、オラン・アナクス共同研究では、サバ州の森林管理観光とシンガポールの都市緑化技術を統合し、熱帯都市の気候適応策を共同で策定している。加えて、若手史学者やデータサイエンティストを対象とした東南アジア歴史ビッグデータコンテストを開催し、植民地期の税収記録や人口動態を機械学習で可視化し、従来見落とされてきた経済構造の不均衡を新たに解明する試みが進行中である。これらの取り組みは歴史認識の進化と同時に、持続可能な地域開発への具体的知見を提供することを目指している。さらに、沿岸部の漁業共同管理協定が2025年に締結され、伝統的漁法と最新の衛星追跡システムを組み合わせて資源の過剰利用防止と生計向上を同時に実現している。この枠組みは地域間の信頼構築にも寄与し、将来の海洋政策の基盤となるだろう。